こんにちは。リミテ破産した春日部紬です。無料アリーナできるかチャレンジしてたのですが、そう甘くないですね。今回は1で多数の新カードが追加されたセレズニアファクトをやっていきます。お相手サリアをキャスト、白タンですかね。こちらは上振れ狙いで両ティアの造反者をキャスト。白は早くもなく除去がそう多くないのでテンポよりもアド優先で、ここ1すらブロックできないのがすでにしんどい。こちらは新カードの別館の保証をキャスト。3マナまで取れる追放生物です。本体第一4とサイズは悪くないのですが、4マナまでのパーマネント追放で返さなくてもいいようにできない？お相手選定された平和の番人をキャスト。まあなんでもいいかな。かなり悩んだ末に保証を選択。これを選ばないと結局追放されるだけという判断でしょうか。こちらはエンジンの似姿をキャスト。このターンに殴っていくためにコアームのサイズを上げます。1交換はさすがにしてこないでしょう。コアームでアタック。と思ったらしてきました。何やら不穏。お相手セラの模範をキャスト。なるほど。こちらはタップインから赤緑剣をキャスト。タスに修正とプロテクション赤緑と攻撃が通ったら2枚衝動的ドローです。お相手1体でアタックからそのまま構えてエンド。ということはあれですかね。こちらは剣をエンジンに装備。ここでディレイが発生しなかったので放浪王じゃないですね。ということで全員でアタックします。で、ここでディレイ発生ということは、まあいい頑丈はしゃあなしでしょう。しかしドローは完璧。両方プレイ可能です。お相手的には地上を固めても勝てなくなってきたので、セラの模範でアド取りなんてしてる場合じゃなくなってきたはずです。追加のセラの模範をキャストします。ブロッカーですかね。そして1体はアタックしてきます。ここ視点しに剣装備でアタックでしたね。ちょっとぬるかったです。ともあれセラの模範1体は相打ちで処理。こちらはコアームから継ぎはぎ自動機械、さらにスクレル部をキャスト。お相手強胆な敵対者をキャストします。そして能力を3回起動。これは別館の保証の能力を忘れていますね。こちらは保証をキャストして敵対者を取ります。これでリーサルですね。13点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。何やら事故りそうなハンドですが、キープ。デッキは3マナ以下しかないのでそこまでひどいことにはならないでしょう。不敗走は取れるなら取っておきます。お相手スクレルブのスをキャスト。残念ながら後方だと絶望的に弱いですね。しかしこちらも土地はなかなか引けず。お相手膨れた汚染者をキャスト。それは強い。でもギリギリで土地を引けたのでこれがキャストできます。2回でアタックして3点通ります。お相手さらに膨れた汚染者をキャスト。ちょっと盤面がきつくなってきました。こちらはサルジンの似姿をキャスト。どうせ相手除去なさそうだし攻めますか。保証を強化してブロッカーにスクレル部で自動機械に緑からアンブロをつけます。ここはしっかり3点通していきます。お相手追加の不敗走をキャスト。さらに追加のスクレルブノス。これは航路と前線の剣をキャスト。
さらに自動機械に装備させます。スクレル部の能力で保証にアンブロを付与します。お相手緑しかいないのでこれでリーサルです。対戦ありがとうございました。これにはリーサル警察もにっこり。対戦よろしくお願いします。1マナの動きはないですがなかなかキープ。こちらは継ぎはぎ自動機械をキャスト。お相手にマナメも動かず汚染者を出すか自動機械を出すかですが、自動機械の方が上振れると思ってキャストしましたが、汚染者の方が多分良かったですね。お相手スキーをキャスト。アタックは当然投資です。こちらは別館の保証をキャスト。自動機械にカウンターが乗って5点クロック。これでお相手13点。お相手フェニックスのヒナをキャストからの機械河川。こちらは剣をキャストから保証に装備させます。そして3体でアタック。10点通って残り3点。保証は絶対倒せないので削り切られない限りほぼ勝ちですね。ここで回答なくお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは大満足キープ。こちらはコアームをキャスト。お相手めっちゃ悩んで隠し幕をキャスト。除去持ってそう。分回りで言えば自動機械ですが、奇跡的に次のターンの生き残った時のためにスクレル部から行きますか。このまま殴らずにエンド。お相手追加の隠し幕、絶対切り崩し持ってる間なんですよね。こちらはサルジンの似姿をキャスト。パフ4を超えようと思ってキャストですが、ここは絶対視点視でしたね。お相手切り崩しをキャストしますが、さすがにそれは通らないです。ついでにアンブロで5点入ります。お相手の毒火狙いをキャスト。コアームを除去します。こちらは鋼の視点視をキャスト。サルジンの似姿に飛行を与えてアタックします。これで残り13点。お相手ベールのリリアナをキャスト。このデッキは縦に伸ばすデッキで復刻がきついですが、使い終わった後のサルジンがいると復刻除去の敵にできるの早いですね。こちらはカイラの命令をドロー。結構悩みますねここ。とりあえずベリアナは落としておきますか。絶望将来が気になるので継ぎはぎ自動機械をキャストします。やっぱり持っていましたか。ここは自動機械を生贄に捧げます。土地が引けたら剣でしたが、時短リーサルを考えてエンジンでカウンターを乗せます。まあハンデスされなければですが、5点入って残り8点。シェオルとか出してくれたらほぼリーサル確定ですが、お相手墓地の侵入者をキャスト。ここで残念ながら隠し幕起動。カイラの命令が落とされますね。これがハンデスの弱いところやねんな。こちらはカイラの命令をキャスト。モードは2段攻撃とファクトトークンで視点視でアタックして12点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。というわけでセレズニアファクトでした。ファストランドの追加や新アーティファクトが増えたことで結構いけるんじゃないかと思われるアーキですね。個人的に一番大きいと思ってるのがこの別館の保証。取れる範囲は狭いですが、アグロにとってテンポを落とさずに除去できるのはとても重要です。あとはサイズが鉄デカなのでブロッカーになるのもいいですね。逆にどんどん枚数を減らしていったのはスクレルブノスですね。中長期戦には強くなるんですが、
コワームと造反者が生き残って長引いた時点でもう勝ってるんではという考えなめないですね。特定のデッキには刺さるので D を3ならサイドカードかなといった感じです。逆にあんまり枚数を減らさなかったのは航路と前線の件。リソースゲンファクトという点では銀行破りの2マナキャスト2マナ起動と似てますね。ダニを強化して殴ったりプロテクションを利用して攻撃を通したりなかなか器用な動きができますね。このデッキに銀行破りはちょっと違うよなと思ったので赤緑プロテクションは忘れてメインから採用しています。というわけで使いたいカードの枚数を増やしたり減らしたりしながら調整していたので、デッキリストが汚いのはお許しください。さて、このデッキの強さですが、弱くはないですが強くもないですね。弱点について語ると、分回りでも1ターン目2ターン目が1しか出ないという脅威の虚弱ボディなんですよね。コワームと造反者自身がファクトじゃないってのがかなり痛いです。これらを先に並べてからファクトを置いていくのが微妙にテンポ悪い。ただし先手でコワーム、造反者、四天使と置けたらほぼ勝ちで分回りは気持ちいいです。カウンターばらまいて育てていくデッキはとても楽しいのでぜひ皆さんも試しに組んで強化案等を考えてみてはいかがでしょうか。以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。